はい。よいしょ。はい。今、11時9分です。今日ね、朝一、ちょっと仲間の方にね、メダカをね、もらいに行ってきました。ちょっと今、テープ貼ってね、封印したんで、ちょっと取れないんですけど、とりあえず、外、雨です。どんな感じかというと、こんな感じ。今また、橋の下来てますけどね。はい。で、とりあえずね、リクエストがあったんで、それをね、取らないとね、家に帰るとね、取れないんでね、M2 で、オートローテーションの設定ですね。それを取っていきたいと思います。はい。ちょっと待ってね。はい。ではね、ちょっとやっていきたいと思います。とりあえず、そうだな。どうしようかね。電源はまあ入れるとして、これかな？これの、ホールド、ピッチカーブ。ピッチカーブですね。で、これでホールドですね。ホールドスイッチは確か、これじゃないな。これだな。G スイッチ。デフォルトでね、G スイッチになってます。そうすると、ここがね、ホールドに変わってますね。で、今、こちらはノーマルのね、ピッチカーブになってるんで、これをね、間違えるとノーマルをいじってしまうんで、こちらをね、上に上げて、これを、逆か。ホールド。同じようにね、設定します。ただ、まあ、デフォルトで斜めになってますんでね。で、今、これ使えないようになってますね。使えるように、オンにしてます。今これオンなのはね、ここスイッチ今入ってるんでね、スイッチを切ると見せれるかな、オフになる。入れるとオンになる。そうするとね、これが反映されて、今スティックの位置がホールドの、位置になりますんで、まあ基本的には、スティックセンターで、0ピッチなんですけど、どうだろうな。まあ、これで慣れた方が本当はいいんですよね。オートローテーションするときにね、スティックセンターから若干下下げる。こんな感じ。で、そこがね、だいたいね、マイナス1度とか2度。だいたいそのぐらいで下ろしてくるんですけど、まあ、要は、マイナスが入っていれば、まあ、オートロになるんですけど、あんましね、入れすぎたらね、降下速度が速いんでびっくりすると思うんでね。とりあえずちょっと電池をつけますけどね。一応モーターカットを入れときます。はい。今スティック上がってるけど、まあホールドが入ってるんで、はい。で、これでね、本当ピッチゲージで測った方がいいっちゃいいんですけど、どうしようかな。ピッチゲージがね、ちょっと用意してなかったけど、ちょうど出口にあったからよかった。はい。ピッチゲージね、用意してください。まあ、これ上でも下でもいいんですけどね。ただこのピッチゲージね、調べるとね、電池1個っていうか3ボルト、2032のね、3ボルトって書いてたんでね、1個、本当はなんか2個入れないといけないような感じで書いてるんですけど、これ3ボルト2個入れたら6ボルトになるけど、それでも大丈夫なのかなと思いながらね、一応1個でしてます。まあ1個でもね、電源は入るんですけど、一応入るんですけどね、6ボルトって書いてなかったからね、ちょっとね、気になって、あえて入れてないんですけどね。はい。じゃあ、機体は真横に向けます。で、
こう、まあ設定、こうやって設定するんですけどね、このゼロピッチ、まあこれ、ちょっとね、水平っていうかもう完全にゼロじゃないんで、とりあえず今そっか。このね、スキットもね、斜めになってるんでね、そのゼロリセットはジャイロの上。ここ、まあなんとか、水平にしてからゼロボタンを押して、まあ大方ゼロになったらセットします。そしてまあ、この、ローターはね、まっすぐね、伸ばす感じでやっときます。そうするとこんな感じでね、ちゃんといい感じに出ると思うんでね。いい感じに出てるけど、これ今あれだな。こんな感じですね。はい。一応これで今、センターに戻しました。そうすると、まあ、0.08 ちょっと上向いてるかなっていう感じなんですけど、どうだろうな。多少の誤差はあるんでね。こちらの、こちらちょっとズーム。ここのね、ライン。一応ね、揃ってるっぽいんで、多分、ピッチゲージの0の設定が微妙にずれてるだけだと思います。はい。ちゅうことで、このぐらいズームした方がいいんかな。ちょっとアームの具合もあるんですけど。はい。で、ここが0なので、マイナス一番下、スティック一番下で、今、何ぼだろう。マイナス 4.9。それはまたおかしいな。マイナス 4.9 なわけないんだけどね。おかしいな。フルスロットルで9とかおかしいね。なんかこれ設定おかしいですな。ちょっとホールド解除します。今、ノーマルモードですけど、マイナス 2.1、最下位でマイナス 2.1、おかしいね。普通マイナス6度設定入れてるはずなんですけど、これ6軸じゃないよね。これ今6軸ですよね、多分。はい。ちょっとアイドラップ、モーターカットしてるんで、多分、今これスロットル上げても回らないんで、アイドラップ。これなんかおかしいな、やっぱしね。ちょっと初期設定ずれちゃってるみたいな感じです。こうなるとちょっと、どうしようかな。フルで9度だもんね。なんかいじったっけ？そうか。これいじってんのか。でもこれだと、一応ね、このリアルレートエキスポで、一応ね、このさっきのノーマルはね、フルでも70までしか上がらないけど、おかしいね、なんかね。まあ、この前なんかいじったよね、なんか。要は初心者設定かなんかでいじったと思うんですけど、まあ、それでもね、ちょっと、まあ、いろんな機体をね、全部いじくり回してるんでね、どれがどれだったかちょっと覚えてないんでね。とりあえずやってみましょうか。これ今ノーマルだけどね、これおかしいのがね、アイドラップ3で普通100ゼロですよね。これアイドラップ3なんですけどね、100ゼロで、いじってないことになるんですけど、それでもね、さっきの、電源。これ電源入れるとね、これマイナス 14.15 ぐらいになってるけど、このね、ピッチゲージ、毎回リセットされるんだよな、電源が切れると。なので、ちょっとそれ好きじゃない。これほら、マイナス10度になってるんでね、本当ならここで一回リセットしてね、やらないといけないんで、ちょっと自分好きじゃない。こう動画撮るときにね、ずれる時間時間かかっちゃうんでね。で、今、つけたら、マイナス5度ぐらいしか出てないんで、これもちょっとおかしいっちゃおかしいんですよね。でも合ってるのかな？なので、まあ、そのね、ちっちゃいやつ、
ピッチゲージはダウンロードしてたかなこれ。してないな。あ、入ってるか。ちょっといらんもん、ちょっと弾き飛ばして、ピッチゲージだけ出します。ちょっと全然ね、なんかね、あれに入らないね。設定画面にね。はい。とりあえずちょっとこれで確認してみます。今、アイドラップさんの再開状態なんですけど、ちょっとこれ見てみるか。水平を出して、8度ぐらいだから半分の4度ぐらいですね。足りないな。なんで4度だろう。なんでだろうな。まあ、とりあえず、あれやってみるか。スティックちょっとセンター。まあ、センターは今さっき言った通り、ここがね、並んでるんで、まあもちろんね、ゼロピッチのはずなんですけど、ちょっとずれてんのかな？なんかずれてるな。微妙にずれてるな。スティックは今センターなんですけどね、ちょっと下げないと面に合わない。センターにすると若干ずれるっていう感じですね。どうだろう。ガターはそうないと思うんで、ずれてるんでしょうね。それからまあ、ローターの形状、どうなんだろう。じゃあちょっといじりましょう。はい。じゃあとりあえずね、ちょっとこの辺無視して、どうしようかな。ピッチカーブ、ホールド入れまして、一応この状態にします。ホールドね。はい。今黒くなってるところをホールドに切り替えました。そしてホールドスイッチ入れてるんで、右側もね、ホールドになってます。そしてスティックをセンターに持っていって、センターのピッチをとりあえずこれちょっと合わせちゃらっとあれなんでね。逆か。はい。とりあえずね、ゼロピッチ合わせしときます。まあ、この状態でも多分これ、そんなずれてないっていうか、まあ、合ってるんで、ね、やっぱしこの距離、ローターの距離でね、結構ね、このズレが大きくなるんでね。はい。じゃあ、今、センターでね、今、マイナス8入りました。本当微妙にずれてるね。で、一番下で、これ少ないな、なんかな、ピッチ。ピッチ少ないよな。何が原因なんだろうな。今、これでね、何度だろう。10度だから5度ぐらいかな。最小で5度か。フルスロットルピッチだと、フルスロットルっていうかまあ、ホールドなんで、あれなんですけど。これで18度ぐらいなんで、やっぱ9度ぐらいか。9度か。できれば、上12度ぐらい欲しいんですよね。で、もちろんね、背面オートロするんであれば、マイナスも12度欲しいっていう感じなんですけど、もうプラスマイナスね、同じようにね、欲しいんですけど、とりあえずもうこれで設定していきます。で、まあ、これで設定するとなると、もちろん、いじりようがないっていうかね、まあ、プラス9度のマイナス5度ぐらいだったっけ？なので、まあ、マイナスは、どうしようかな。マイナスはね、5度でもいいけど、
変えるか。じゃあ変えましょう。はい。最初の、初心者が始めるのであれば、マイナス、1度でやってみるか。とりあえずね、マイナスじゃないといけないのは分かってると思うんでね。ただ、なのでこれ測れるのかな？測れないだろうな。微妙なんだな。2度、これで分度器で2度なんですけどね、2度出すのってちょっと厳しいと思うんで、とりあえずゲージ使いましょう。はい。で、一応スティックをセンターに持っていってあげて、今さっき0にね、設定したんでね、ここでね、0リセットします。はい。で、ここから今マイナス 0.2 だから、これからスロットルを下げたときに、マイナス 0.2 だから、2度ぐらい入れるかな。だから 2.2 度マイナス 2.2 度ってどっちだ？こっちか。はい。これでね、マイナス 2.2 度に設定すれば、要するにね、スロットル最下位の時に、マイナス2度で降りてくるってことになります。なので、こんな感じになってます。で、あとは、まあね、こんなカーブいらないんで、直角にしたいんでね、こんな感じのカーブになります。ちょっと上なんか、グラフ的には、あれか、これが下がってるからか。センターが下がってるからですね。はい。で、一応まあ、フルスロットルで9度ですね。まあ、本当は12度ぐらいに、設定してください。まあ、保険みたいなもんなんでね。実際、オートロの時は、まあ、フレアかける時は、まあ、マイナスで、まあ、エレベーター引いた時に、まあ、そのね、まあ、なんだろう。とりあえずね、オートロもうだいぶ前やったんですけど、こう、規則があった方がやりやすい。はっきり言って。規則ね、全身、これ画面、画角これ以上大きくならんのかな。画角がこれ以上大きくならんね。ちょっとちっちゃいやつで見せよう。こうね、オートローテーション、これ前進、まあ、前傾姿勢なんですけど、最初ね、こう侵入するとき前傾姿勢で規則があるんですけど、まあ、オートロスイッチ入れたときにね、もう下からね、風をね、こう羽に当てちゃらないと、回ってくれないんで、まあ、気持ち、まあ、これ自分個人的な意見なんですけどね、まあ、こう上手い人はまたちょっと違うと思うんですけど、まあ、できればこう水平またはちょっと煽り気味っていうかね、ちょっとエレベーター引き気味にすると風がね上にこうね機重の重さでねこう風が下からまあもちろん墜落っていうか落ちてくるわけで風が下からね当たるんでその風でね回るんですけどこれはねこのオートローテーションできないのこいつ空回りしないといけないんでね。これみたいに空回り。うん。この空回り、下の風で、まあ、扇風機を、まあ、息で吹いたら回るっていうようなね、感じでね、下から風が入ってきて、こう、回る。その抵抗、まあ、竹とんぼですよね。海外って竹とんぼあんのかな。まあ、そのみたいに、こう、ゆっくりこう降りてくるわけなんですけど、その時にね、マイナスがないと、プラスだとね、どんどん回転がね、遅くなって、結局は止まってしまって、ボンって落ちるんですけどね。少しでもマイナスが入ってれば、その風で、どんどん逆にね、加速していく感じになります。でも自分の前までこう、まあ本当なら自分の前の目線ぐらいにちょうど来る感じで、そこで、まあ、フレアした時に回転が一気に、こう、まあ、ブレーキみたいなもんなんでね、こう、ぐーっと逆に、こう、回転が上がりますんで、で、そこで水平にして、
あとはその余力でこう下ろすんですけど、そこでね、もうもたついてずっとホバリングしてたらね、もちろん回転もなくなるんで、そのままね、スーッと切って、スーッと下ろす感じで、その時にちょっとプラスピッチ、この余力をね、使いながらプラスピッチにじわーっと上げていって、そのゆっくりこう着陸させるっていう感じになります。ただこのやり方、自分550クラスのね、ちょっと大きめのヘリなんですけど、一回ね、450でするとね、ほぼね、浮かないんですよね、なんか。うん。この、まあ、その機体の、まあ、このローターのね、軽さが違うか、ちょっと抵抗があるとね、そっちでブレーキかかっちゃって、無駄にこう、力使っちゃうんでね。なので、自分はその550クラスからじゃないとオートロは、できないっていうかね、しきれないんでね。うん、このクラスでオートロ結構どうだろうな。まあ今回ね、ダイレクトモーターなんで、ある意味ね、これがね、重りの代わりになってるから、結構回転が落ちにくいんじゃないかなとは思うんですけど、で、あともちろんね、テールはね、止まりますんでね。昔シャトルみたいにね、テール駆動しないんで、こう、いきなりね、プラスをギュッと入れると、そのハンドトルクで、テールがくるっと回る恐れもありますんで、くるとね。なので、本当ピッチ操作はじわーっとする感じですね。うん。ですね、はい。多分ラダー打っても効かないと思います。かといってこれでね、練習、したいっていうことであれば、少しね、スロットル残しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、その少し残すっていうのはね、完全にモーター停止するとね、再起動にちょっと時間かかりますんで、なので、これ、どうだろうな、ちょっと、スイッチ確認します。再開、スイッチ確認ですね。で、モーターカットの、ホールド入ってます。ホールドだけ残して、スイッチを切ると、もちろん回らないです。スロットルをね、回してもね、こう、ホールドはモーターカットなんでね。これで、トリム入れてみるか。ちょっとこれ普通のやり方とはちょっと違うんですけどね。ここのね、スロットルトリム。これで回れば、回らないですね。はい。やっぱホールドが生きてると全く回らないな。なのでね、ホールドスイッチの時に完全モーター停止するんで、なんかいい方法ねえかな。このスロットルホールドですね。このスロットルホールド。これ、なんか使えそうですよね。今最下位にしてるんですけど、ちょっとこれいじってみましょう。ちょっと、ローターが回る恐れがあるんでね、手が当たらないようにもしないとあれなんですけど。ちょっとプラスを入れてみようか。怖いね。初めてするんで。3、4、5、6。これレートだから関係ないんじゃないかな。8。一応8まで入れたけど、関係なさそうですね。マイナス側にしてもびっくりした。マイナス側にすると回るんだ、これ。なんで？今マイナス3なんですけどね。ちょっと今3で止まったから、ちょっと上げてみるか。びっくりした。心臓に悪いな、これ。マイナス4、5。スロットル今触っても関係なさそうですね。今、マイナス5だけど、スロットル触っても反応しません。6。ちょっと、さっき揺れたんで、ちょっとね、下持ち置きましょう。
今6でしょ。7で回り出したな。アイドリング並みで、まあこれじゃあ多分浮かないかもしれないけど、ピッチは今動いてますね。で、まあもちろんね、メインが回ってるんで、テールも回ってます。で、ちょっとここでモーターカットしてみましょう。モーターカットすると止まりますね。ホールド、これでいこうか。今モーターカットしてるんで回らないけど、モーターカット解除します。はい。これで今ね、ちょっとビデオ危ないから。今、ホールドのね、スロットルホールド、オンなんですけど、これ今、ミックスオフになってんの。これか。ちゃうな、6にしてもオフのままだもんね。あれよ、モーターカット切るとオン時になるね。なんだろう、この仕組み。とりあえず今、モーターカットでオフになったんで、ちょっと一回抜きましょう。危ないんで。はい。一応これでね、まあ、練習はできますかね。要は、まあ、ホールド解除しますよね。んで、まあ、モーターカットも解除します。で、まあ、普通に、ノーマルモードで飛ばします。で、その状態から、ホールドスイッチをオンにすると、さっきみたいに、一番下でもね、モーターはずっと常に回ってるんで、これで、まあ、完全停止はしないんですけどね、それで、こう、下ろす、じわっと、まあ、もちろん、ローター回転が低いんで、浮力はね、そんなにないと思いますんでね、それで、じわっと下ろせるんじゃないかなと思います。ただ、こう、急激なピッチ操作した時にテールが抑えてくれるんかな。ちょっとその辺がね、ちょっと不安かな。このページはこれだけですね。もうこれ以上は、ずれないんで、ちょっと確認だけしておきましょうか。はい。じゃあちょっと一回停止します。